Yeah, yeah, We walk into places we've never seen before. Roman Greco faces make me want to explore. 皆さんこんにちは、しみしょうです。今回は IT 会社員である私のデスクツアーを早速やっていきたいと思います。まずは Apple の純正の US キーボードです。US キーボードを選んでいる理由はシンプルかつ金文字を使わないからです。続いて純正 Apple 製品のトラックパッドです。できるだけ外で MacBook を使うときと同じ感覚でいたいので、マウスではなくトラックパッド派です。こちらは三和サプライのリストレストです。机に手首が長時間当たると痛いので使用しています。レザー調かつゲル状なので安っぽくないのにプニプニしています。これは仕事とジムで重宝する AirPods Pro です。AirPods をずっと使用していたのですが、ノイズキャンセル機能が優秀すぎて買い替えてよかったと思いました。ケースは本革のノマド製品を使用しています。基本的に小物アイテムは黒で統一しシンプルにしています。続いてこちらはアンカーのマグネット式ケーブルホルダーです。机の上や床の下に充電コードを散らかしてしまっていませんか？このようにマグネットでくっつけておくと解消できすっきりします。落下しにくいのでさっと充電コードを取り出せるのも便利です。ちなみにこれはフリクロという時計アプリを使用しています。 PC だと無料でダウンロードできます。iPad や iPhone は買い切りのアプリを購入すると使えます。こちらは iPad Air 4です。外出時にサイドカーを使ってマルチディスプレイにしたり、YouTube を見るときによく使用します。他にもメモや思考整理をしたいときに便利です。これはプラスチック製のスマホスタンドです。5段階で角度を調節できて安いのですが結構便利です。iPad のケースの角度だと画面が上を向きすぎるのでこれで微調整しています。こちらが iPad のケースを使った時の角度でだいたい45度くらいでしょうか。そしてこちらがスマホスタンドを使った時の角度です。角度で言うと60度ぐらいでしょうか。このわずかな角度の違いで画面が上を向きすぎず見やすいので、このスマホスタンドを使うことが多いです。このグラスはグッドデザイン賞を受賞した形だそうで、楽天で購入しました。360ml3 個セットだったのと食洗機対応がお気に入りです。コースターは IKEA で5個入り99円のものです。ガラスのコースターだと音が鳴って嫌なのでこれで十分です。こちらは Amazon で購入した黒色のワイヤレス充電器です。このように置くだけで充電できるのでノンストレスです。私は持っていませんが Apple Watch も充電できるみたいです。お察しの通りコードで充電するよりはスピードが遅いですが、寝る前に充電するときは電力が少ないので重宝します。続いてディップティックのフレグランスキャンドルです。香りはシプレでウッド調の香りがします。火は心を落ち着かせる効果があるので夜使うとリラックスできます。続いてこちらのゼブラのボールペンの紹介です。シンプルな
0.7mm 芯のボールペンで書き心地も悪くないです。台座もセットなのですぐ取り出せ、インテリアにもなりおすすめです。ティッシュケースは IKEA のものを使ってます。デスクの色と合わせたくてこの色にしました。ティッシュケースが派手だと色が浮いてしまうのでこれで隠しています。続いてデスク下に行きます。デスク下にはタワー製品の収納ラックを設置しています。机の上にはあまり物を置きたくないのでこのように隠しています。キャンドル用ライターやメジャー、英語の本などを収納しています。すっきり見せるためには視界にたくさん物を置かないことが大事だと思っています。続いて配線周りですが、延長コードはとりあえず浮かしています。そして紹介したいのはこのコードを束ねているコードクリップです。机の下や壁際などにこのクリップを配置することでケーブルをまとめることができます。付け外しも容易にできます。30ピース1000円くらいで購入できますので、部屋やデスク周りをすっきりさせたい方は費用対効果が高いのでおすすめです。続いてはエルゴトロンのモニターアームです。このように高い位置で固定したり低い位置で固定できます。例えばNetflixを見るときなどはベッドの位置に寄せたり角度調整もできるのでとても便利です。またデスク下に空間ができるのでその分物を置いたり机を広々と使えます。 Amazon のブラックフライデーなどで毎年安くなっている商品なのでその際にチェックするのもおすすめです。基本は画面の上部の縁と目線の高さが同じになるくらいで使用しています。近くで見るとこんな感じです。最大約65センチまでバーが伸びるみたいです。モニターはデルの27インチ 4K のものを使用しています。選んだ基準は M1 の MacBook で問題なく使えた事例があること、Type-C ケーブルが接続できることなのです。27インチは MacBook の2画面より十分大きいので3画面開きながら作業することもできます。大きすぎると目の移動距離が長くなり疲れるという記事を見てこのサイズを選びました。PC スタンドはボヤタのものを使っています。パソコンを直接机に置くと猫背になりやすかったりするのでこれを使って目線の高さに PC を置いています。少し力が必要ですがこのように高さを調節することもできます。別でキーボードがなくてもこのように使用できます。この高さだけでも目線は上に上がり姿勢が良くなります。普段はこの高さで使用しています。ちょうど私の目線に合うくらいの高さなので長時間使用しても疲れにくいです。続いて椅子は岡村のシルフィーチェアを使用しています。家具という通販サイトで購入しました。以前はパイプ椅子でも座れたらいいかなと思っていたのですが収録在宅ワークをしているので思い切って購入しました。3段階の角度で背もたれを調節できリクライニング機能もあります。
また、このリクライニング機能はロックすることもできます。クッションの柔らかさも絶妙なので、長時間座っていても疲れません。見た目はわかりにくいですが、この角度結構前傾姿勢なので、ピンと姿勢を伸ばした角度でも後ろから支えてくれている感じがします。私は日頃から健康をすごく意識して生活しているのですが、特に在宅ワークの方は椅子への投資は費用対効果が高いと思います。疲れにくいことで作業効率も上がりますし、侮ってはいけないものだなと実感しました。同じものでなくても椅子自体たくさん種類がありますので、将来の健康に気を使って少しいいものを買ってみてはいかがでしょうか。続いて紹介するのはこのデスク裏の間接照明です。夜にリラックスできる雰囲気を演出してくれます。部屋に間接照明があるだけでおしゃれに見えます。私が使っているのはレプロの LED テープライトというもので、デスク裏にテープを貼り付けて、電源を押してスイッチを押すと簡単に使えます。デスクは Amazon で見つけたものを使用しています。決め手は褐色、防水、横幅160センチ、組み立て簡単です。これくらい長さがあると食事も並べられるのでとてもおすすめです。番外編でこちらは普段使っているメガネです。上がブルーライト、下がグレーレンズ、曇り止め加工です。形が気に入りすぎて同じ形を2つ買いました。メガネは両方ゾフで購入したもので、ユナイテッドアローズとコラボしていたものです。ちなみにすごく目が悪いというわけではなく、外を歩くと遠くの人がのっぺらぼうになるくらいです。はい、これで以上になります。楽しんでいただけたでしょうか。概要欄にできるだけリンクを貼っておくので、気になるものがあったら詳細見てみてください。Vlog メインですが、たまにこのような動画も作っていこうと思いますので、チャンネル登録や高評価という形で応援していただけたら嬉しいです。ではまた次の動画で。